ありがとうモブエンターテイメント。2025年8月20日に新たに7つの商標が申請されました。その前にも5つが確認されており、これまでに未確認の名称は合計で12にも及びます。しかし、チャプター5に関連する ARG は未だ登場していません。そこで今回は、このリークされた商標を手がかりに、今後登場する可能性のあるキャラクターを予想していきたいと思います。なお今回は、純粋な考察というよりも、妄想と考察を織り交ぜた妄察会となります。あらかじめご了承ください。商標とは、まず、商標とは、会社や個人が自分の商品やサービスを他と区別するための印のことです。商標は特許庁に出願して審査を通過すれば登録され、法律によって保護される知的財産権となります。言い換えれば、他社に真似されないように守るための仕組みです。申請するだけでもお金がかかります。したがって、この商標申請はモブの強い覚悟の表れであり、今後確実に登場する名称であることを示しています。ロングサイドアウトマルズという名称は、プレイタイム CO ロングサイドアウトマルズとしての商標と、単体のおもちゃの名称の両方で申請されていました。この商標が出願された7月の段階では、正直その意味をつかむことができませんでした。しかし、今回新たに追加された7つの名称を見て、大体のイメージが見えてきました。まず意味についてですが、ロングサイドは間違った側、裏側、反対側といったニュアンスを持ちます。一方でアウトマルズは造語で、アウト、はみ出すとアニマル、動物を掛け合わせたもの。つまり、はみ出した動物となります。これをつなげると、自然な解釈は、裏側にはみ出した動物たち、あるいは反対面にはみ出した動物たち、要するに、表から裏へ、中から外へと、はみ出してしまった動物たちという意味合いになります。この発想は、以前展開されていたスワップイマルスシリーズと非常によく似ています。スワップイマルスが2種類の動物を組み合わせて1つの形を作り出していたように、今回のシリーズもまた、2種類の動物を組み合わせるコンセプトであると考えられます。なぜ2種類なのかについては、この後説明していきます。合わさるおもちゃ。ここで、追加された名称を確認し、簡単な直訳も押さえておきましょう。グロービー、光るものに関連し、語尾にはジミーの好きな E の発音がついています。ファンの中には、以前考察した星型のおもちゃの名称だと考える方もいます。リリーラブブレイズ、百合の花、愛、そして三つ編みを意味します。百合の花言葉は再生、葬儀でも飾られる花であり、生と死の二面性があります。ジブレット、食べられる内臓という意味です。チャムチョンプキンズ、これは以前の考察動画でも触れた、かぼちゃのモンスターを指すと考えられます。バビーチャムズ、バビーは赤ちゃんらしさを表し、チャムチョンプキンズの赤ちゃん版と推測できます。ビンドルブギー、風呂敷や荷物を表すビンドルに、ダンスのブギーボット風のロボットを連想させます。ブランキーブランクス、ブランキーは毛布、ブランクスは空っぽを意味する名前です。ループシーヌードル、ループシーはフラフラする、ヌードルは麺、そしてスラングでは脳みそという意味があります。グーバーガッツ、グーバーは殻の落花生、ガッツは内臓、もしくは勇気を示す言葉です。ドゥードゥルボーンズ、落書きと骨を組み合わせた名前です。ディジーブーブー、ディジーはめまい、ブーブーは子供が使う怪我や痛みを意味する言葉です。これらを整理すると、一部の名称は大きく2つのタイプに分けられます。一つは何かを包んだり入れたりできる外側のもの、もう一つは人体の内側にある要素です。外側タイプに分類できるのは、ブランキー、ビンドル、チョンプキンズ。内側タイプは、ジブレット、ボーンズ、ガッツ、ヌードル。残るディジー、リリー、バビー、グロービーは補助的な存在と考えられます。すべての名称がロングサイドアウトマルズのシリーズに属するとは限りません。しかし、このシリーズは少なくとも、外側のものと内側のものを組み合わせる構造を持つと推測できます。モデルはオズの魔法使い。このシリーズには、ある有名な物語が関係している可能性が見えてきました。そこで、個体をさらに絞って確認していきましょう。まず取り上げたいのはビンドルブギーです。風呂敷を思わせるビンドルと、ブギーボットを連想させる存在。ここで外側を包む役割を担うのがビンドルです。一方、ブギーボットは高度な学習能力を持つ AI ですが、皮肉なことに人体にしかない脳みそを描いています。これでは考えるという行為が成立しません。そこで、フラフラした脳みそを意味するヌードルを中に入れる。そうすることで知識が加わり、
足りなかった要素を補い、一つの存在として完成するのです。この構図、何かに似ていると思いませんか？そう、知恵を欲しがるかかしです。これは、あの有名な物語、オズの魔法使いに登場するキャラクターそのもの。ポピープレイタイムとオズの魔法使いに直接的なつながりはほとんど見られません。ただ一つ挙げるなら、童話の主人公であるドロシーがケシの花畑で眠ってしまう場面と、チャプター4のラボの入り口に広がるケシの花。この2つは不思議と重なって見えるのです。オズの魔法使いはアメリカで最も有名な児童文学の一つであり、映画やミュージカルでも大きな成功を収めた名作です。モブがそこから着想を得ている可能性も決して否定できないでしょう。かかし、木こり、ライオン。知恵を欲しがるかかしだけではありません。ディジーブーブーはめまいや怪我を示す存在ですが、そこには痛みを感じる心が欠けています。ここで登場するのが心を編み込むおもちゃであるリリー・ラブブレイズ。ディジーがデイジーの花、リリーがユリの花と考えれば、花のつながりとしても一致します。これはまさに心を欲する木こりをオマージュしていると言えそうです。次にブランキー・ブランクス。空っぽの毛布には怖がる子供が布団にくるまるようなイメージが重なります。ここに勇気であるガッツを組み合わせれば、お化けなんて怖くなくなりますよね。これは勇気を欲するライオンを表していると考えられます。チャムチョンプキンズ。以前はチャムチョンプキンズをカボチャのおもちゃだと考察していましたが、今回のバビーチャムズの登場によってその可能性はさらに濃厚になったと感じます。カボチャの硬い外装の中に子供であるバビーを入れて守る、そんな設定のおもちゃだとすれば、これはロングサイドアウトマルズシリーズの一つでありながら、唯一オズの魔法使いオマージュではない存在になるでしょう。この特別扱いのような印象から考えると、チャプター本編のメインの敵ではなく、ヤーナビーのような立ち位置になるのではないかと思われます。あるいはスピンオフで登場したボス、ボクシーブーのようなポジションに近いかもしれません。恐ろしい計画。さらに注目なのは、このシリーズそのものがプレイタイム社で行われている実験を示唆している点です。キャットナップをはじめ、他のおもちゃたちの多くは孤児が被験体になっており、ここにも外側であるおもちゃの器と内側である孤児という二重構造が見て取れます。実験が先だったのか、それともおもちゃの開発が先だったのかは不明ですが、おそらく世に出ることのなかった試作段階の存在であり、ラボの奥で秘密裏に開発されていた可能性も考えられます。もしかすると、ロングサイドアウトマルズは、チャプター5で明かされるプレイタイム社が隠してきた最後の秘密なのかもしれません。今回のリークのおかげで、改めてポピープレイタイムについて深く考える時間が持て、とても楽しく妄殺ができ、充実したひとときになりました。あとは ARG の展開を待つばかりです。今後の動きにますます注目していきたいと思います。